皆さんこんにちは。前回の動画ではたくさんの広告やコメント誠にありがとうございました。正直こんなゲームに興味を持ってくださる方がこれほどいるとは思っておらず大変驚いております。さて今回はこの自作シミュレーションゲームプレパラートで新たに発見した生物についてその生態を紹介したいと思います。まずは前回からの仕様変更についてお話しします。正直かなり多くの変更点があるのでここではいくつか重要なものに絞ってご説明します。まず細胞が細胞を食べる時のルールに若干の変更があります。以前の仕様では孤立していないセルは孤立したセルを食べることができ、また孤立していないセル同士あるいは孤立したセル同士の捕食はないとなっていました。今回からはこの孤立ベースのルールではなく結合数ベースのルールに変更となります。具体的には結合数の多いセルは結合数の少ないセルを食べることができるというルールに変更しています。加えてフィールドの重力をわずかに弱くし、また遺伝子の読み出しサイクル周期を少し長くしました。実はここの設定が意外にも重要で、ここをいい加減に設定すると比較的軽い単細胞が空間中を埋め尽くすだけではなく、フィールド上方に設置した太陽まで拡散し、太陽を包み込むように成長してしまいます。その他の変更点については、必要なタイミングでご説明できればと思います。さて、それでは、今回新たに発見された生物のお話に移りたいと思います。今回のシミュレーションでは、多くの場合、シミュレーションの初期において単純な分裂によって増殖する単細胞生物が確認されます。ここからしばらく観測を続けると徐々にその形態が複雑化していくのですが、今回はこのダンベル型の生物に着目します。このダンベル型の生物が最初に観測されたのはシミュレーション開始後約1500万ステップ後のことでしたが、その後さらに10倍のシミュレーション時間をかけて進化させても形態は大きく変化せず、色と大きさが若干変わるのみでした。このことからこのダンベル型生物は非常に安定している生き物であると言えます。この生物の生殖・発生過程を観察すると次の3ステップで1周期のサイクルを持っていることがわかります。まず1つのダンベル型生物が両側に細胞分裂を行います。さらにそこからそれぞれの端に白い細胞を展開します。その後中央が分裂し、先ほど展開した細胞が消失します。調べたところこの白い細胞の消失は白い細胞を展開した緑の細胞がその白い細胞を食べているために引き起こされていることが分かりました。実際に細胞の持つニューラルネットワークのうち食欲に関する信号をカットすると白い細胞の消失は起きません。自身で展開した細胞を自分で食べてしまうというのはいささか奇妙なプロセスですが、この白い細胞には緑の細胞が他の生物から食べられてしまうことを防ぐ保護器としての役割があると考えられます。最初にご説明したように今回のシミュレーションでは結合数が少ない細胞ほど他の細胞に食べられやすくなってしまいます。もし白い細胞がなかったとするとこの端に位置する緑の細胞は結合数が1しかないため他の細胞から食べられやすい状態となってしまいます。一方白い細胞が展開されていると緑の細胞は結合数が2となるため先ほどよりも食べられにくくなります。さらに白い細胞の存在によって他の生物を物理的に遠ざけることもできます。これを確認するためにこのダンベル型生物の遺伝子を編集して白い細胞の発生過程を省略した生物を用意してみます。ここでこのシミュレーションにおける遺伝子についておさらいしておきます。このシミュレーションでは各細胞は遺伝子として機能する本とその読み出し位置を示すしおりを持っています。本の中からしおりの挟まれたページを開くと細胞に対する指示が書いてあります。例えば半径が 0.1 で赤い色の細胞を生成し、この本の0ページから120ページまでをコピーして生成した細胞に渡せという感じです。それに続いて
自分のしおりの位置を32ページに移動させよのようなしおりの位置に関する指示が書いてあります。その指示に従ってしおりを移動させると、今度はさらに別の指示が書いてあり、例えば結合待ち状態となり、自分のしおりを81ページに移動させよのようなことが書いてあります。このようにしおりの位置を移動させながら、そこに書いてある4種類の指示、展開、結合、切断、遷移のいずれかを実行することで、この生物はその形を形成していきます。今回のダンベル型生物の発生、成長過程をこれらの4種類のアクションとともに見てみましょう。1ステップ目、2ステップ目、3ステップ目、これで1周期です。さらに続けて見てみると、第2周期も同様に1ステップ目、2ステップ目、3ステップ目となります。さて、今回はこの白い細胞の展開を省略したいので、この段階においてこの細胞の次のしおりの位置がここになるようにすればよいです。細かい説明は省きますが、具体的には本のこの箇所の記述をこのように書き換えることで、白い細胞の発生過程がスキップされます。こうして白い細胞の発生過程を省略したダンベル型生物をここでは角なしダンベルと呼ぶこととし、元の生き物を角ありダンベルと呼ぶことにします。それではまずはこれらの生き物を培養します。ひとしきり培養したところで、同一フィールドに彼らを配置します。左側が角ありダンベル、右側が角なしダンベルです。このままでは分かりにくいので、色分けして表示します。この色分けは先ほど編集した本のフラグメントをもとに行われています。つまり編集前のフラグメントを持っている細胞を赤で表示し、編集後のフラグメントを持っている細胞を青で表示しています。それではシミュレーションをスタートさせて、これがどう変化するかを見てみましょう。右に表示しているのはそれぞれのフラグメントを持っている細胞の数です。最初のうちは均衡していた両者の数ですが、徐々に角なしダンベルの数が減少し、最後には絶滅してしまいます。この結果から、やはり白い細胞は他の細胞から食べられるのを防ぐ保護器として働いていたと考えられます。試しに各細胞のニューラルネットワークのうち、食欲に関する信号をカットしてみると、あっという間に角ありダンベルが絶滅します。これは角なしダンベルの方がライフサイクルが短く増殖率が高いという点と、角ありダンベルが自身の保護器を食べられなくなっているため、生殖に必要なエネルギーを蓄えるのに時間がかかってしまっていることが原因であると考えられます。いかがだったでしょうか。単に2つの細胞が結合しているだけの比較的単純な生き物でしたが、保護器を展開することで自身を外敵から守るという興味深い生態を持っていることが分かりました。徐々に予期していない生き物が発見されてきて非常にいい感じです。今後も面白い生き物を発見したら報告していきたいと思います。ご清聴ありがとうございました。